世話になったな。勘定だ。どうも恐れ入ります。それから、はい、これをもらってくれ。はい。一番多かった。兄上、このような時に胴を失い銭勘定を間違えたと言われては松代までの恥だ。来ました。河合又五郎以下総勢11名です。一馬、よいか。そなたの狙いは又五郎ただ一人。今日が最後と心得て必ず敵の首を上げるのだ。日本の三大仇討ちの一つと言われる伊賀越えの激闘は寛永11年伊賀上野城下で始まることになる。旧敵河合又五郎一行を迎え撃つは池田藩士渡辺一馬と助太刀荒木又右衛門他2名であった。河合又五郎確保。一馬、今だ。はい。藤堂家に援軍を頼む気だ。桜井半兵衛、お相手いたす。一馬守れ。はい。何やつ。そうどかんか。どけ。柳生十兵衛光義、ここは一人たりとも通さん。何故柳生が我ら藤堂家の邪魔だといたす。荒木又右衛門は柳生新陰流の門弟。黄門のよしみによって助太刀いたす。けいかまん逃げ。これ以上邪魔するやつは切る。一馬、肉を切らせて骨を切れ。十兵衛殿、見事本回遂げられたな。では十兵衛殿が東堂の新手を。かたじけない。それより町奉行の手の者が人手を繰り出しては厄介。小ase氏に任せ早々に立ち退くがよろしかろう。さあ早く。さて切りも切ったり荒木又右衛門の36人斬り。守備よく敵討ちを遂げた一馬と又右衛門を捕らえようとした町方の前に邪魔する者は殺すと立ちふさがったは誰あろう。将軍家指南役柳生家の嫡男柳生十兵衛光義。一番遅れよ。そう慌てるなって。そこで収まらないのが敵の又五郎、江戸でかくまっていたお旗本の安藤治左衛門様だ。そんなことどうでもいいからちょっと早く。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。
おじいちゃん。ねえ、十兵衛さんが仇討ちを助けたって本当？あのうつけ者めがそのことでな、今から田島のところへねじ込みに行くところじゃ。急げ。又五郎を江戸から放ち、やっと池田藩と旗本の間が静まったと申すに、十兵衛は一体どういうつもりなんじゃ。お話ごもっともなれど、すでに仇討ち本会を遂げ、荒木又右衛門、渡辺一馬の両名は世の称賛を浴びる身にて。ああ、それよ。彼らが褒められれば褒められるほど旗本はまるで悪者扱い。このままあの安藤自在門が座して耳に蓋をするわけもあるまいて、旗本の長老格としてわしも肩身が狭い。申し上げます。ただいま玄関先に安藤知左衛門殿以下旗本衆が詰めかけ騒ぎ立てておりますが、あの安藤のおっちょこちょめもう来おったか。又十郎様も門弟たちも受けて立つといきり立っております。よしよし、ここはわしに任せておけ。徒党を組んでの押しかけ談判とは無礼千万。伊賀上野の件について柳生家の存念を聞きたいのだ。ならば筋を通して出直され。黙らっしゃい。旗本三千騎を敵に回すつもりか。柳生ごとき踏み潰すのは朝飯前だぞ。ますますもって無礼極まる。貴公では話にならぬ。十兵衛がおらぬのなら田島殿に会いたい。まさか又右衛門もかくまっているのではあるまいな。俺が言わせておけば。待て待て待て、いい加減にさせちゃえ。ここには十兵衛も又右衛門もおらんわい。大久保殿、お手前は一体どちらの味方でござる。黙らっしゃい。わしはな、己らが放たれてる頃から戦に命をかけておるんじゃ。年寄りの冷や水もほどほどに召され。そこを引かぬならご老体とて容赦はしませんぞ。おじいちゃん、大丈夫？兄上。柳生十兵衛だな。邸内での狼藉、無礼打ちにしても構わん。なんだと。わしらの後ろには旗本三千騎のつわものが。その中にも貴様らのような出来の悪いのがおるか。待て。十兵衛、我々旗本に睨まれたらどのような末路が待っておるか、しかと肝に銘じておけ。お帰りはあちらだ。して又右衛門の行方は？わしにもわからん。そちのおかげで幕府も当惑いたしておるわ。伊豆殿の慌てぶりが目に浮かぶようですな。笑い事ではない。一つ謝れば再び旗本と大名が一触即発。しかし又右衛門は新影流免許皆伝、我が柳生武芸町を受け継ぐ一人として見て見ぬふりをしたとあっては柳生家の威信にも関わろう。威信？それはすべてご公儀にある。そうは思わん。父上、私も兄上に賛成でございます。いざとなれば旗本どもと一戦交える覚悟で。そう意気込むな。相変わらず若いな又十郎。兄上。お帰りなさいませ、十兵衛様。篠殿か。しばらく見ぬ間に一段と美しくなった。十兵衛様ったら。誰ぞいい男でもできたかな。そんな。兄上、失礼ですよ。篠殿に限って。どうしてお前がそうムキになる。そうか、そういうことだったのか。
笑うガツだった。やめてください兄上。似合いだぞ又十郎。のう親父殿。そうか。それは気がつかなかった。そうか。嫌い。お殿様も十兵衛様も。篠殿。鳥取池田藩と申せば、この度伊賀で仇討ちを果たした渡辺一馬の帰参先ではござりませんか。さよう。してその領内にご法度の隠し銀山があると申されるは、確たる証拠があってのことでござりまするか。断言はできぬが疑いは濃い。近頃山陰道において沖江島送りの囚人が忽然と消えるという事件が相次いでおる。山陰道、鳥取。すでに探索のため放った隠密よりのつなぎも途絶え、いまだ一人として帰らぬ。ところで十兵衛が江戸に戻っておるとな。十兵衛に探らせようとの仰せにござりまするか。うん。捨ておいては公儀の面目にも関わる。頼むぞ。一つお尋ね申しまする。何じゃ。伊賀の仇討ちの件でご公儀の池田藩に対する嫌がらせではありますまいな。何を申す。仇討ち騒動のずっと以前から探索しておることじゃ。おいもう5杯目だぞ。ほっといてよ。たまに帰ってきてさ。今日はね、思いっきり飲んで絡んでやった。ついでよ。うん。いらっしゃいませ。酒だ。だいたいね。十兵衛。あら、違うのよ。この人はね、十兵衛の偽物。偽物？そう偽物。そうなのよ。これそっくりなんだけどさ、実は私の亭主。ぐだらでさ、私が養ってんだよ。まあ要するに紐。でもいいとこもあんだよね。あんた。よしよしよし。じ見てるじゃん見てる見てる。あ、おいよかったらご一緒にどうですか。そうよ。偽物とはいえその顔つきが気に入らん。帰ろう。もう帰っちゃうの？せっかく楽しもうってのにさ。で、あんた。いい加減にしろ。一人寝の夜に誰がとかした私の帯を。まあ飲みすぎなんだよ。大丈夫。どうも本物臭いぞ。似すぎてる。よし。よし。いい気分。せっかちね、こんなとこで。バカ。おとなしくしてるよ。柳生十兵衛現在。貴様。あら、粋だわね。着物姿に立ち泳ぎと。ほんじゃまあ私も一つ。親父殿、どうしても行かねばならんのか。将軍家の命と心得よ。依存があるか。わしは今まで公儀の目となり耳となりして諸国を巡り歩いてきた。その結果いくつの藩が取り潰されたことか。天下安泰のためじゃ。その大義名分が気に入らん。どこへ行く。また旅か。行くがよい。せめて西国
鳥取の方へな。その手には乗らん。待て十兵衛。伊豆殿から聞いたが、鳥取池田藩から浪人中の荒木又右衛門を召し抱えたとの届け出があったそうな。何？武士の鏡と今をときめく又右衛門、それを抱える藩に恐るべき陰謀の事実ありとせば、せっかくのその名に傷がつきはしまいかの。相変わらずだのう、親父殿。わしの弱みをよう知っておる。お主らどこまで旗本の恥をさらすつもりじゃ。誠に面目ない。必ず今度こそ柳生十兵衛を血祭りにあげてござる。十兵衛のことはもうよい。それより荒木又右衛門が鳥取の池田藩に召し抱えられることが判明した。又右衛門が池田藩に？はるか山陰の彼方じゃ。では我々3名に鳥取へ行けと。安藤殿、たとえ地の果てであろうと我ら3名必ず又右衛門をこの手で。父上、なぜ私に申し付けてくださいません？何のことじゃ。兄上はすでに立たれたのですね。兄上ばかりが柳生ではありません。私も参ります。鳥取に行ってこの手で隠し銀山を暴いてみせます。篠殿、まさかその格好は？はい、また十郎様のお供をいたします。とんでもない。今度の旅はただの物見遊山じゃない。存じております。私とて柳生家ご一門馬木家六の娘、危険は覚悟の上です。さあ参りましょう。仕方ないな。またさん、何すんの？許せ。シノさん、シノさん、ひどい、ひどすぎる。マタさんがあんな人と思わなかった。あんまり聞いていないんです。私が悪いんです。無理についていこうとしたばかりに。それにしても少し乱暴すぎるわよ。嬉しい。はあ？それほどまでに私のことを心配してもらえるなんて。勝手にしてよ。それより十兵衛さんいるかしら？十兵衛様は旅に出られましたわ。なんですって？早くしないとマタさんに追いつけないわよ。はい。うちへお泊まりなさいまし。お安くしときますからね。おお、では泊まるとするか。まあ、だから言ったじゃない。待って、慌てないの。もう心配しないで。これでもちょいと男には苦労してんだから。行こう。おいでなさいまし。少し派手すぎないかしら。大丈夫。どうせ一杯引っ掛けてぼーっとしてる子なんだから。私
なんだか怖い。ごめんくださいませ。お女中、部屋を間違えておる。いいえ、篠殿、そなた。ごめんなさい。どうしても一緒についていきたくって。すぐ戻るんだ。そなたには俺の気持ちがわからんのか。あんまりです。勝手なことをしたのは申し訳ないですけど、今さら戻りだなんて。篠殿。すまん、ちょっと言い過ぎた。さあ、機嫌を直して。まったくじれったいわね。そこで抱きつくのよ。いやいい湯だったの。さて次はこれか。また話は。あいつら。おい繰り出すか。篠殿。邪魔しちゃってごめん。姫様、くれぐれもお言葉にはお気をつけなさいますよ。垣内、何を心配しておる。春日様と申せば将軍家の乳母であらせられる方。めったなことがお耳に入ればお家存亡に関わります。困るのは池田家でなく、その方をはじめ藩に野心を抱く者どもであろう。姫、国元には鶴丸君がおられることをお忘れなされぬよう。ではどうぞ。美しゅうなられたのう。本にお園殿生き写しじゃ。母上も生前春日様には何かとお世話になりましたそうな。何の幼き頃より兄弟同然に育った仲。美人薄命と申すが、まこと美しく心の優しいお人じゃった。それに後を追うように父君までが見まかり、姫、そなたの悲しみ春日心より同情いたしますぞ。恐れ入ります。しかし鶴丸君というお世継ぎがおられ、お家が安泰であっただけでも幸せと思わねばなりません。はい。姫、何か心配事でも？春日様、実は鶴丸が。どうなされた？鶴丸君が何か？若君は至って元気におわしまする。のう姫様。はい。それは何より。わらわも一度お会いしたいものじゃ。ぜひとも。相変わらず神出鬼没じゃな。東福門院様にご挨拶に伺いましたところ、春日様が上様のご名代としてお見えだと伺いまして。
何を申される。わらわが京におることぐらい承知のはず。いや、池田藩京屋敷を訪れたことも見届けて参ったのであろう。かないませんな、春日様には。ところで藩屋敷の様子いかがでございました？それが妙に暗く重苦しい雰囲気。百合姫の悲しげな顔が心に残ってならぬ。十兵衛、池田藩に何ぞあるのか。確か春日様は先代の奥方とはご兄弟同然であられたとか。それだけに気にかかる。十兵衛、池田藩のことくれぐれも頼みますぞ。しかと心得ました。黒岩刑部覚悟。罠だ。一人たりとも逃がせないぞ。草間神座はどこじゃ。残りの者の居場所を吐けば命だけは助けてやるぞ。草間一族を見損なうな。引き上げ。池田藩32万石の居城である。1年ほど前に先代藩主が急死し、今はわずか8歳の養君鶴丸がここの主である。鶴丸、姉上、おかえりなさい。鶴丸、姉鶴丸殿、しっかりしなさい。幼い身ながらあなたはこの城の主なのですよ。はい、姉姫、何を心配なされておられる。鶴丸君にはこの叔父の池田左近がついております。それは分かっております。でも家臣の中には藩主が幼いのを良いことによからぬことを企む者も。誰がそのようなことを。先代の兄上亡き後、国ヶ野のそれがしをはじめ家臣一同一丸となって鶴丸君を盛り立てておりまするに。それならよいが。ご安心召されよ。鶴丸君が立派に後をお継ぎになられるまでこの左近命にかけて。おお、柿内ではないか。はあ、刑部様に柳生十兵衛のことでお知らせしたき儀あり、急ぎ京より。うん、話は中で聞こう。して本日の狩りのご成果は？雑魚ばかりじゃ。おお、それは残念。いらっしゃい、そちらへどうぞ。はい。
しましょう。まずはお酒と、それと何か美味しいものを適当に見繕って。はい。あ、それとね、最近こんな感じの男現れなかった？さあ見かけませんけど。そう。十兵衛の旦那どこ行っちゃったの？おいあかね、ちょいと寄り合いに行ってくれ。すぐ戻るからな。どうぞごゆっくり。残念ながら戦奉行黒岩刑部の襲撃は失敗に終わった。してこちらの被害は一人も帰らんのか。刑部の罠にはまった。なんてことだ。このままでは遠からず我ら一族は刑部一味によって根絶やしになる。しかし奴らなぜここまで我ら一族を目の敵に。わからん。ただいかなることがあっても我らが父祖伝来の土地は取り返せねばならん。しかしすでにあらゆる手立ては。いや最後の策がある。明日は千君の月命日。鶴丸君が菩提寺に参られるそうだ。では鶴丸君を。ブレーブの支配人何者です、そなたたちは。当家の藩主と知っての狼藉ですか？鶴丸君を頂戴しに参った。何故です？訳は黒岩刑部に聞け。鶴丸刑部の手の者か。知らんな、そんなもん。では邪魔立ていたすな。そうはいかん。理由はどうあれ白昼子供をかどわかすとは穏やかではない。どけ！鶴丸君！鶴丸君！拙者は当池田藩士荒木又右衛門にござる。これにおわしますは藩主鶴丸君と姉君の百合姫様。ありがとうございました。せめてお名前を。ゆえあって生命の義はお許し願い。柳生武芸町水月の巻か。思い出すの？今でも目をつぶるとまるで昨日のことのような。それまで。又右衛門見事じゃ。そなたの心一体柳生新影流免許開伝を許す。柳生武芸町の名に恥じぬよう精進してくれ。
柳生武芸長は常に我が心の支えでござった。思えば二人とも毎日毎日よく汗を流したものよの。十兵衛殿に追いつけ追い越せとただその一年でござる。いや、それはお互い。突然お邪魔して申し訳ござらん。いいえ、こちらに仕官して以来今宵のように楽しげな主人は初めてでございます。十兵衛殿と昔話に花を咲かせていたところだ。まあお羨ましい。どうぞごゆっくり。さあ。又右衛門、この城下で一体何が起こっておるのだ。すでにこの城下において二度も襲撃に出くわしておる。とてもただごととは思えん。十兵衛殿、どうぞ何も聞かずこの地を去ってはもらえぬか。お願い申す。これ以上何を聞いても無駄のようだな。だがいずれにしてもすぐに立ち去るわけにはいかん。春日殿よりも百合姫のことをよろしくと頼まれておるので。お邪魔いたした。聞いていたのか。あなた、もしかして十兵衛様を敵に回すことになるのでは。心配するな。いいえ、あなたに弟一馬の助太刀をお願いし、それゆえに今こうして池田家に召し抱えられて。言うな。わし自身が選んだ道だ。あれ若君どこじゃ。あらあら、どこ行ったかな。あ、又右衛門、相撲じゃ。よし。よっ、うん、おっ、あ、ああ、お強いぞ。鶴丸、部屋へ戻りなさい。又右衛門と参りましょう。遊ぶ。又右衛門、鶴丸殿のことよろしく頼みます。心配なのです。鶴丸殿を差し置き、一部の家臣が思うがままに。刑部殿のことでございますか。しかしご家老がついておられますおじいは頼りになりませぬ。どこのものともわからぬ刑部を取り立て、いいようにあしらわれております。姫。又右衛門、公儀の目が領内に。いずれ例の銀山の存在も知れましょう。今のうち密かに処分いたした方が。しかしのあれは刑部が見出し、今や藩の財政に大きく寄与しておるのじゃ。いかにもお言葉の通り。又右衛門、お主ごときが藩政にまで口を出すとは不届きではないか。しかし万が一公儀に。お主の申す公儀とは柳生十兵衛のことではないのか。何、柳生十兵衛とも。はあ、今日より参った垣内によりますると、
柳生十兵衛がすでにこの鳥取領内に入ったとのこと。その十兵衛が昨日お主の屋敷を訪れたとか。又右衛門、それはまことか？柳生十兵衛は公儀につながる身、昔なじみとはいえちと軽率であったの。申し訳ございません。仇討ち成就のためにご家老より手厚い援護を受けた身がまさか藩を売る気ではあるまいな。刑部殿、言葉が過ぎましょうぞ。それがし新参者なれど今や正真正銘の池田藩士でござる。正義面をしろって。何？控えろ刑部。今や又右衛門は日本中に知れ渡った武士の鏡じゃ。又右衛門、よくぞ申した。いずれその方の忠義ぶりとくと見せてもらうぞ。待て！荒木又右衛門、やっと巡り会えたぞ。何者だ？直参旗本小野寺早苗、同じく藤森源吾。河内宗右衛門だ。尋常に勝負しろ。おう、何故だ？とぼけるな。鍵屋の辻で我らが庇護する河合又五郎を知ったではないか。あれは仇討ちだ。しかもとうに済んだこと。黙れ！このままでは旗本3000騎の面目が立たん。我ら3人その代表として貴様を成敗する。ちょうどいい。今わしはすこぶる機嫌が悪い。遅くな！早々に江戸へ帰れ。さもないと旗本の面目はますます潰れるぞ。おのれ又右衛門、逃げるか卑怯者！尋常に勝負せ！いらっしゃいませ。お帰り。ただいま。おい茜、表の方がなんだか想像しようだが何かあったのか？公儀の隠密が入り込んだとかで通りという通り藩のお侍さんでいっぱい。ほう。柳生十兵衛っていうね、こっちがこうなってて。柳生十兵衛。ちゃうの。俺十兵衛の偽物。信じてよ。俺ねっからモノマネ好き。柳生十兵衛三吉源山。似てる？本物知らねえからわかんねえか。はい、ごそば。こんばんは。あ、十兵衛。もう偽物。ああ、そうだったのね。ちょっと。浄化がやばくなってきたよ。偽物だから大丈夫。どけどけ！どけ！客の身元を改める。その男、顔を見せろ。お兄さんこちら手のなる方へ。お兄さんこっち。そうそう、あいた。はい、なんだよ。あ、捕まえた。いい加減にせんか。おっきさ。偽物だ。逃がした。おい。おい。やっぱり偽物かな。でしょ。篠殿。又十郎様。
だからあどうしたの二人とも変な顔しちゃってもういやだんだん私たちもあれ居酒屋の親じゃねえか。わしの目に狂いがなければあの男柳生十兵衛がもしかしてわしらの味方になってくれるかもしれん。貴様一族ももはやこれまで敬意よろしだ。柳生十兵衛光義貴様敬意わしに任せて逃げろ。かたじけない。引け。なるほど。黒岩刑部の一味によって父祖代々の土地を奪われたと申すか。はい。城下の南明神谷という里でございまする。我ら草間一族は貧しいながらも平和に暮らしておりました。ところが1年半前先代様がお亡くなりになられるや家老の左近殿に取り入った刑部が我ら一族を追い出しにかかったのでございます。しかし何故に。わかりませぬ。それはもうひどいものでした。その刑部とやら一体何者。確かなことは誰も知りません。巷の噂によると以前は浪々の身で山師同然に諸国を巡り歩いていたとか。山師でその後明神谷を。警戒が厳重で一歩たりとも入ることはできません。わしらはもう滅びるやもしれません。しかし無残に死んでいった多くの仲間を明神谷に葬ってやらねば死んでも死にきれんのです。話の通り大層な警護ぶりだな。はい、こちらへ。あれが明神谷だな。はい。やはり隠し銀座。ちくしょう、そういうことだったのか。わしはもう少し近づいてみる。夜までに戻らぬときは
鶴屋という旗本にいる柳生又十郎に伝えてくれ。島送りの囚人どもか。動くな。さすがは柳生十兵衛、しぶといのう。十兵衛の偽物。黙れ。足の目は節穴ではないわ。そこまでだ。やっちまわねえんですかい。この山のことを知られたんですね。こやつはな、間違いなく柳生十兵衛だ。生かしておけば万一の時公儀との取引に使える。あう、こいつにかまうんじゃねえぞ。ああ、いいってことよ。どうせここは地獄の一丁目。相見たがいよ。お前ら沖の島送りの流人だろ。ああ、いや途中で助け出された時は神か仏の恵みと思ったのがこのありさまだ。これじゃ島の方がよっぽどマシだぜ。掘ってるのは銀だな。公儀ご法度の隠し銀山だ。いやわしら死ぬまで飼い殺しよ。諦めるのはまだ早いぞ。あんたまさか。その通り。みんなでこの山抜けるんだ。無茶だ。今まで逃げをせた奴は一人もいねえ。ああ、一歩も出ねえうちにぶっ飛ばされるのがオチだぜ。お前ら勝手気ままな身になりたくないのか。それも命あってのものだねじゃ。ここにいりゃこき使われた上に遅かれ早かれ死ぬんだぜ。すまねえな旦那。わしらあんたみたいな肝っ玉持ち合わしちゃいねえ。情けねえが明日の気ままな身より今日の命さ。分かった。わし一人で行く。うまく投げたら必ず助けに来る。あんた本気かい。では
兄上はその銀山の中に囚われの身に。未だ戻らぬところを見るとまず間違いはございますまい。じゃあ早く助け出さなきゃ。しかしあの様子ではとてもおいそれと近づくことは。裏道はないのか。山の裏は断崖絶壁でございます。その崖の下は坂巻急流が延々と。親父、夜が明け次第案内してくれ。それじゃ旦那、そろそろ始めやすい。いや、ところでまだ旦那の名前を聞いちゃいねえや。わしか待った。名前なんぞどうでもいいじゃねえか。たとえ一晩でもわしら生き死にを共にした仲間、ただそれだけよ。ちげえねえ。旦那、わしら騒ぐだけ騒ぐから後先考えずにただ走るんですぜ。すまん。みんな達者でな。よし、下鍵な。気付け。おい、皆を沈めろ。コースたちを殺すんじゃねえ。ジウエだけを引っ捕らえろ。はあ、開けろ。十兵衛、どうやら無駄だったようだのう。兄上、どうする。逃げの一手だ。和田次郎、俺が立ちが剣では兄上に一歩譲るが、泳ぎに関してははるかに私の方が勝っております。よし、行くぞ。はい。交代。和田次郎、和田次郎。
忠次郎大丈夫か？気を失ってるだけでございます。何が泳ぎが得意だ。また十郎様、また十郎様。あらやるわね。じゃあ私も。なーに？おじ上。姫、いかがなされた？黒岩刑部を城から追い出してください。刑部が姫に何か無礼でも働きましたかな？私事ではございませぬ。あのような者がいては藩の将来を危うくいたします。少々悪は強いが、なかなかもって有能だと思いますがな。おじ上はたぶらかされておるのです。密かに隠し銀山を設け、それを探索に来た柳生十兵衛殿を亡き者に。存じておる。え？隠し銀山はここ明神谷あたり。おじ上？ご家老は何もかも承知の上、女の身でありながらあまり祭りごとに口出しをされますると、姫とは申せ容赦はなりませぬぞ。のうご家老。ではすべておじ上が裏で糸を引いていたのですか？ところで刑部、十兵衛を甘く見てはならんぞ。万が一生きて公儀に届け出られたら何といたす。今のうちに一切の証拠を消すのじゃ。と申されますと？銀山を爆破、生き証人の甲府どもを一人残らず処刑いたせ。おじ上。なるほど。甲府は使い捨てでございましたな。なんとひどいこと。お願いです。むやみに人を殺すなどやめてください。甲府はもともと罪人なのじゃ。だからといって勝手に処刑するなど許せることではありません。やめねば私がご公儀にお届けします。そんなことをすれば池田藩は取り潰しになる。構いません。こんな汚い藩などない方がいいのです。刑部、姫と鶴丸を部屋に閉じ込め、一歩たりとも外に出すな。これ以上聞き分けなき時は父君同様一服盛りますかな？刑部、そうあからさまに申すものではない。おじ上。まさか父上を。わしは知らん。すべて刑部がやったこと。いやいやいや、すべからくご家老のお指図に従ったまでのこと。おのれ。乱心召されたか？父の敵。正せ、乱心者に用はない。おのれ。十兵衛様、だいぶ熱が下がったようです。兄上、申し訳ありません。一刻も早く江戸に立ち返り、隠し銀山のことを父上に報告せねばならんのに。いらぬ心配をせず早く体を治すことだ。はい。銀山が爆破されてるらしいの。何？
うまく逃げられたら逃げてもよいぞ。引き上げ。おいたわしいお二人をこのように閉じ込めるなどと。まことに無礼極まる。作兵衛、裏風、鶴丸殿を頼みます。と申されますと。この城を抜け出します。姫。江戸へ向かい、すべてをご公儀に訴え出るつもりです。しかしたやすく江戸とおっしゃりますが。遥か彼方、無事にたどり着けるかどうかもわかりませぬ。でもそれより道はない。鶴丸殿のためにも、死んだ父上の無念を晴らすためにも。姉上、鶴丸も一緒に行かせてください。なりませぬ。あなたはこの城の主。これからどのような危難が降りかかろうとも、城と命運を共にする覚悟でここに残るのです。ご公儀に訴え出れば藩は取り潰され、そなたはただの子供になってしまうかもしれませぬ。でもそれまでは池田藩主、最後まで藩主らしく強。わかりましたね、鶴丸殿。はい、姉上。それを聞いて安心して受けます。姫、どうやってここを。ごめん。一生やまなく作で殺しやばらくかっさばき一命をもって。では鶴丸君は軟禁されておられると。はい、叔父上と行は結託していたのです。今正体をさらけ出し、藩を乗っ取るつもり。私はこれから江戸へ行きます。それはなりません。公儀は姫が考えておられるほど甘いものではございません。覚悟の上です。追っ手かもしれん。
十兵衛どなたか戦局でも？いや、これは十兵衛様。さあどうぞすぐにお酒の支度を。どうぞお構いなく。下がってなさい。黒岩刑部の悪行すべて見届けた。もはや容赦はできん。なんとして池田左近殿は筆頭がろうとして責任は免れまい。鍵屋の辻での仇討ちには拙者には二人の恩人がいる。一人は言うまでもなく十兵衛殿、もう一人はいろいろと援助を惜しまなかった左近殿。それも切ると申されるか。されば一言お主に断っておきたかった。待たれい十兵衛殿、そればかりは相ならぬ。拙者も池田藩士、いかに師であり友である十兵衛殿とは申せ、見て見ぬふりはできません。やむを得まい。切ってください、池田左近を。姫、叔父は父上を死に追いやった張本人なのです。なんと。十兵衛様、私からもお願いします。切ってください、左近を。そのお言葉を聞いて意を強いたした。共に柳生新陰流に連なる武士、たとえ立ち会わねばならぬことになっても未練な振る舞いだけは慎もうぞ。あなた、これより途上いたす。ではどうあっても十兵衛様と。うろたえるな。そなたも武士の妻。はい。去り状を書こう。江戸詰めの弟一馬のもとへ行くがよい。お買い物。何者ぞ。柳生十兵衛光義。十兵衛、覚悟の。上がって。十兵衛、かかる夜分に何事だ。藩主、鶴丸組にお目通り願いたい。黙れ。切り捨て。騒ぐでない。さすがは柳生十兵衛、単身乗り込んでくるとは見上げた度胸だ。して鶴丸に何の用だ。頂戴いたしたきものが一つ、いや二つ。ほう。して何ぞ。後藤家はもとより公儀に対しても題材に国家老池田左近腹心黒岩刑部の国もらい受けに参上をつかまつ。十兵衛、血迷うたか。血迷うておるのはご貴殿らの方でござる。黙れ。この城の主は池田左近。鶴丸は飾り物に過ぎぬわ。十兵衛、しかと見定めるがよい。
鶴丸をこれ。おじ上、飾り物とは言葉が過ぎましょう。いかにも。それは鶴丸君、改めてお願いつかまつる。逆進、池田左近の首頂戴いたす。面白い。荒木又右衛門、柳生十兵衛を切れ。池田藩の面目にかけても十兵衛を切り捨てるのじゃ。どうした切れるのか。武士の鏡が聞いて呆れる。動かろう。もうよい。鉄砲隊、十兵衛を蜂の巣にしてやれ。左衛門、藩を裏切りおったな。刀を捨てい。鶴丸の命はないぞ。愚かな。鶴丸にはなくては藩は成り立たん。いや、血のつながるわしが次の藩主となる。何？十兵衛、これまでじゃな。切れ！切り捨てい！十兵衛殿、お二人は拙者が引き受ける。頼むぞ又右衛門。
敵の手先でいるよりわしのもとで働け。金権力は思いのままぞ。黙れ。公儀のために貴様を切るのではない。柳生新影流は正義の剣。貴様を切る。刀を切り。諸悪の元凶は滅び、これ以上の騒動は藩の命運を断つことになる。十兵衛殿、江戸へ戻られるか。こたびの一件、公儀につながる貴殿としてはこのまま口を拭うわけにはいきますまい。されば柳生武芸町水月の巻返上いたしたく。どういうつもりだ。この場にて立ち会いを所何。望。池田藩を断絶の危機にさらすわけには参らん。又右衛門、早まるな。わしを信用できんのか。いや、そればかりではござらん。いかに悪人とは申せ、池田左近殿はそれがしが恩を受けた主。このままでは荒木又右衛門武士の一分が立たぬ。ごめん。又右衛門、おしわざと。これでいい。十兵衛殿、拙者が死ねば貴殿の面目も立と頼む。この命に免じて池田藩を救ってくれ。又右衛門。柳生十兵衛と真剣にて立ち会えて満足。思い残す。
内殿。十兵衛、池田藩の隠し銀山見届けたであろうな。十兵衛、領内くまなく探索いたしましたが、そのようなもの一切ござらん。何？それは早々に江戸へ立ち返りなさるがよろしかろう。十兵衛、わしをたばかるのか。おやじ殿を見てくだされ。又右衛門の亡骸がそう訴えているのが分かりませぬか。このとわしでござる。今ここにいるのは親父殿が武芸町水月の亡きを授けた門弟荒木又右衛門の魂の乗り移った姿。何かとこの儚い武芸者の命に免じて鳥取領内にはこれ以上立ち入らぬよう。又右衛門を手厚く葬ってくれ。親父殿。鳥取領にあるのは隠し銀山ではのうて武芸者同士の熱い思いと見た。お待ちどうさまでした。ありがとう。はい。おいしい？うまい。なに？もう見せつけちゃってさ。私いつも一人ぼっちか。ああ、十兵衛の旦那どこにいるんだろう。ごちそうさま。お主の思いは生涯決して忘れまいぞ。しかしこれが武士の定めなのか。武芸者として生きることは格非常なことなのか。又右衛門許せ。その後隠し銀山は一切表沙汰にされることはなかった。池田藩32万石は代々この鳥取の地に安堵され、草間一族も明神谷に戻り、かつての平穏な暮らしがよみがえったという。そして荒木又右衛門の伊賀鍵屋のついでの武勇は今なお消えることはない。